Fishing Gang Atsusa。フィッシングギャングのアッサです。今回はですね、ルアーフィッシングにおいて使用するラインについての話をしていきたいと思います。ルアーフィッシングをする上で主流となっているラインは P ラインだと思うんですけど、その P ラインの中でもですね、種類がいろいろあって、それに組み合わせるリーダーもいろいろ種類があります。今回はそういった組み合わせやバランス、狙うターゲットによる使い分けについて説明していけたらと思います。ルアーフィッシングで使用するラインはですね、主に3種類あります。 P ラインが主流になる前からずっと使われてきたこういったナイロンラインですね。そしてこちらフロロカーボンライン、そして今主流になっているこちらの P ライン、主にこの3種類を使用します。これの他にもですね、エステルラインといってアジングや、今は管理釣り場でも使われていると思うんですけど、ターゲットがそこまで大きくないっていう釣りで、使ったりするラインがもう一つあるんですけど、今回はこのナイロンラインとフロロカーボンと P、 この3種類の説明をしていきたいと思います。でまずはですね、こちらのナイロンライン。このラインはですね、特徴としては伸びがあるラインです。なので分かりやすく言うと、ゴムみたいに少しビヨンビヨンと伸びてクッション性があるラインですね。で基本的には水中で漂うタイプのラインです。でここに書いてるんですけど、ナイロンラインの中でのフロートタイプと書いてます。なので水面に対して浮くタイプのナイロンラインです。でこちらが同じナイロンラインなんですけど、セミサスペンドと書いています。セミサスペンドというのはサスペンドとこのフロートラインの間という感じですね。浮力としてはフロートタイプが水面に浮いて、でその下にこのセミサスペンドが来て、その下にサスペンドラインというのが来ます。なので同じナイロンラインの中でも釣りの用途によってですね、例えば沈めるのであればシンキングラインを使用したり、サスペンドラインを使用したり、ルアーで例えるならば沈むルアー、例えばソフトルアーを使った釣りとか、スプーンとかクランクベイトとか、そういったルアーを使うときはこういったサスペンドタイプが向いています。で逆にトップウォーターとか水面に浮くルアーを使用するときはこういったフロートタイプのラインの方が向いています。こういった感じで同じナイロンラインの中でも浮くタイプ、漂うタイプ、沈むタイプ、また伸びが強いタイプ、伸びがあまりないタイプのナイロンライン、あとはこういった感じでカラー、そういった使い分けができるようになってきます。続いてはこちらです。フロロカーボンですね。こちらのラインはですね、特徴としてはまず根ずれに強いっていうところと、あとは伸びが少ない、そして沈むっていうこの3つの大きな特徴があります。なので一般的にはハリスとかリーダーで使われることが多いのがこのフロロカーボンラインです。なぜかというと、やはり根ずれに強いというところでナイロンに比べると耐えてくれるという特徴があるからです。ただこのフロロカーボンラインをメインラインとして使う上で気をつけないといけないのがですね、このフロロカーボンラインというのは伸びがなくて張りが強いラインなので、ケースから開けると結構バラバラバラと膨れ上がりやすいです。あとはこのリールに巻いた時もバラバラと膨らみやすいので、ベイトリールに巻いた時は比較的他のライン、例えばナイロンラインや P ラインに比べるとバックラッシュしやすいラインになってきます。なのでメインラインとして使用する上では少し練習が必要です。次はこちらですね、P ライン。これはもう今主流になってて皆さんよく使ってると思うんですけど、この P ラインの特徴としては伸びがほとんどなく、ラインが張ってる状態の感度が非常にいいということと、こういったナイロンラインに比べると同じ号数でも非常に強度が強いという特徴があります。なのでラインの号数を落とすことによってやっぱり飛距離が出るということで、ルアーフィッシングではもう非常になくてはならない存在だと思います。今回持ってきてるのがバリバスのショアマスター P なんですけど、こんな感じでパッケージにですね、この X8 って書かれてます。この8っていう文字はですね、8本の糸を寄ることによって1本のラインを成形しているという意味ですね。なので4本寄りというのは1本のラインをこの4本で作っています。4本というのは単線が1本あたりの太さが太くなります。で8本寄りというのは単線が4本に比べると半分ですね。で12本はもっと細いというような感じの特徴になります。で一般的には単線が細くなればなるほどガイドの摩擦が減ります。なのでキャスティングした時とかルアーを引いている時、ファイトしている時、ガイドとラインが触れてキュルキュルキュルと音が鳴るんですけど、音が鳴りやすいのが摩擦抵抗が大きい4本より、少ないのが8本より、または12本よりとなっていきます。より数が多い方が摩擦抵抗が少ないので飛距離が出ると言われています。基本的にはちょっと硬めで感度が良くて音が鳴るのが4本より、
しなやかで音が鳴らなくて、また強度があると言われているのが8本よりになります。で、主な使い分けなんですけど、今結構ジギングなどで主流として使われているのが4本よりです。それはなぜかというとですね、例えば 200m を超える 300m を超えるような場所でコンっていうちっちゃい当たりがあった時に、4本寄りの方が非常に感度が良くてですね、当たりが拾えるっていうメリットで、ジギングでは4本寄りが主流になっています。それに比べてキャスティングでの釣りっていうのは、やはりしなやかさがないとトラブルが起きやすいので、8本寄りが一般的となっています。その他にもですね、 P ラインっていうのはカラーのマーキングがあるライン、または単色のラインというのがあります。今日持ってきてないんですけど、今日僕が持ってきているラインっていうのは単色のラインですね。真っ白のラインなんですけど、これの他にも 10m ごとに色が変わるマーキングラインっていうのがあります。それはどういったメリットかというと、例えばジギングとか船釣りの時に 10m ごとに色が変わるので、50m の水深で下から 10m 上に魚が映ってるよと船長からの指示があった時に、4色ラインが変わったところで止めたりとかすることで魚をピンポイントで狙えたりするっていうメリットがあります。しかしデメリットも一つあってですね、魚が好むカラーというのがあって糸が噛まれて切られる、そういったこともあります。その点で言うと単色ラインの方が魚に間違ってラインを噛まれるというリスクを減らせます。糸のカラーによって食いが変わる魚もいるので、そこは使い分けが必要になってきます。ということで、こちらの3つのラインをざっくり紹介したんですけど、この組み合わせについて話していきます。基本的にはリーダーっていうのはやっぱり長くなればなるほどガイドの摩擦が大きくなってですね、やっぱり飛距離が落ちます。その反面リーダーが短いと魚をかけた後にですね、 P ラインが岩に擦れて切れやすくなったりとか、ラインの放出が早すぎてライントラブルが起きやすかったりとか、そういったものがあります。非常にバランスが大事になってくるのがこのリーダーの種類と長さなんですけど、どちらかというとトラブルが起きやすいのはフロロカーボンです。じゃあなぜこのフロロカーボンがやっぱり使われているかというと、根ずれに強いメリットですね。やっぱりそれが一番大きいです。こちらのナイロンラインだと表面が柔らかくて石に食い込みやすいので、強度が落ちたりとか魚がかかって根ずれした時に切れやすくなったりします。なので基本的にはショックリーダーっていうのはフロロカーボンが使われているんですけど、 GT フィッシングなどの大型魚を狙う時、その他根ずれの心配がない釣りで使用するのがこういったナイロンリーダーを使用します。なぜですね、大型魚を狙う上でこちらの P ラインのリーダーにフロロカーボンが使われないのかというと、このフロロカーボンの特徴として非常に張りが強いという説明をしました。で、この張りが強いというのはラインの号数が上がれば上がるほどもっと張りが強くなってクッション性のない組み合わせになり、ライントラブルが起きたりする原因になったりします。その中でですね、使い分けがいろいろあるんですけど、トラブルが起きやすい原因としては、道糸とのラインの号数の差があまりに大きすぎるとき、そういった時もトラブルがよく起きます。例えば P ラインの1号に対してリーダーが10号とか、あまりにも差がありすぎるとライン放出の時にトラブルが起きやすいです。なので一般的には3倍から5倍ぐらいがベストと言われています。しかし仮にですね、例えば水深が深くて太いラインだと潮に持っていかれてルアーがそこまで落とせない、だけどターゲットがでかいっていう時は、どうしても細いラインに太いリーダーを入れないといけないことがあります。その時にですね、アシストラインといって P ラインの1号の先に 5m から 10m ぐらい、 P ラインの3号から5号ぐらいを組みます。その先にショックリーダーの10号を組んだり、そうすることによって道糸からリーダーまでのラインの太さがですね、滑らかになるのでトラブルを減らすことができます。トラブルを減らす上でですね、意識しないといけないことっていうのは、リーダーと道糸とのギャップを減らすこと、張りがないラインに対してはしっかりクッションを入れるというイメージを持つこと、この2つが重要になってきます。いろんなラインの組み合わせがあるんですけど、最近僕がショアジキングで使用しているタックルを説明したいと思います。ちょっと僕も教えてもらったんですけど、この組み合わせにする前はですね、非常にトラブルが多くてですね、それはなぜかというと、P ライン3号に対してフロロカーボンの12号を4ヒロ入れてました。でちょっと長めでやっぱりギャップがあるラインの号数だったので、時折高切れが起きていろいろ相談したんですけど、リールから出てきているラインはこちらです。 P ラインの3号、その先にアシストラインとして同じ P ラインの6号を組んでいます。これをですね5ヒロ取っています。12345と5ヒロ取った先にナイロンリーダーを組みます。ナイロンリーダーを組んで、その先にフロロのラインを組むというような感じで、一つのラインシステムの中にですね4種類のラインを使っています。この4種類のラインを使うことによって道糸からリーダーまでの号数差を滑らかにしています。
そしてナイロンラインを入れることによって、クッションの役割を持たせてですね、キャスティングの時にトラブルをなくしています。でその先にフルロカーボンのリーダーを入れることによって魚をかけた後の根ずれ対策もできているということで、このラインシステムに変えてからライントラブルが一度もないです。なのでこの P ラインとリーダーのシステムっていうのは P ラインにフロロカーボンのリーダーを組むっていうのが一般的なんですけど、もしトラブルが起きるのであればそういったラインの合数差をまず滑らかにすること、もしくはナイロンなどを入れてしっかりクッション性を持たせる意識を持つこと、この2つを試してみてください。はい、ということで今説明したように、ナイロンラインの特性、フロロカーボンの特性、 P ラインの特性がそれぞれあります。今回紹介したこの3種類なんですけど、もちろん道糸として使うことができるので、今まで P ラインしか使ったことない方はぜひナイロンやフロロの道糸も試してみてください。ラインがたるんで当たりが出るという感覚は、P ラインでは味わうことができないので面白いと思います。またトラブルの原因が竿やリールにあるんじゃないかと思いがちなんですけど、意外とこのラインシステムを変えることによってトラブルがなくなるということもあるので、まだ試していない方はぜひ挑戦してみてください。ということで、今回はラインの話でした。ご視聴ありがとうございました。Fishing gang, Atsusa.